全員経営の要諦、採算感覚を養うということで、今回は情報提供させていただきたいと思いますね。全員経営を進めていくためにはですね、やはり採算感覚って非常にこれ重要ですね。採算感覚ってじゃあ何かということなんですけれども、ざっくり言うとですね、採算ですから要は黒字の状態を目指せる一人一人がということですね。すなわち収益大なり費用という状態を常日頃から意識をしているというのが採算感覚ということですね。で、収益大なり費用ということで2つのキーワードが出てきたんですけども、ビジネスにおける収益というのはですね、大半はもう売上高というふうに思っていただいて結構かと思いますね。一方費用の方は実は2つに分かれますということなんですね。一つは原価と言われるものね、これは別の言葉で言うと変動費というふうに言ってもよろしいかと思いますね。それからもう一つが経費ね、先ほどの変動費に対応した形で固定費というふうに言ってもよろしいかと思いますね。まずはこういった収益大なり費用という意識があるというのが採算感覚があるというところですね。それから先ほども申し上げた通り、要は黒字でなければですね、ビジネスっていうのは成り立ちませんので、じゃあ収益大なり費用というのをじゃあ黒字という視点で見た時に、実はポイントが4つありますということなんですね。売上高っていうのをですね、分解をしていくと、実は販売単価×販売数量の、かけることのアイテム数、商品数ということになりますね。ということは、まず黒字のポイントの1点目は販売単価をアップをさせるということなんですね。そのためにはですね、やっぱり安易に値引きをしないですね。よく営業の方が、売上数字をですね高めていくためについつい値引きに走りがちなんですけども、値引きにとにかく走らないというのが一つ目のポイントになります。それから二つ目は今度は販売数量ですね。数量もやっぱりアップをさせることが収益向上のポイントになってきます。売上高向上のポイントになってきますのでね。とはいえなかなかこの世の中ですね、簡単に数量アップっていうのは難しいわけですから、やっぱりここは頭を使ってどうすれば数量を上乗せできるのかということをやっぱり考えるっていうのがこれポイントになってきますよね。この2つが収益向上のポイントですね。それから今度残りの2つは今度費用を下げていくという視点でお話をしていきますと、1つ目は変動比率ね、これをダウンをさせていきましょうということですね。変動比率というのは実はコインの裏と表で粗利率っていうのがありますね。すなわちコストが下がると当然利益が上がるわけですから、この変動比率をダウンさせるためのポイントっていうのは要は仕入れですね。仕入れあるいはメーカーさんだと製造原価なんですけれども、こういったところの工夫交渉の余地がありますということです。それから最後の4つ目は今度は経費、固定費の部分ですね。ここを下げていくというのが最後のポイントになってきますですね。とはいえ、一般的な企業の場合ですとですね、この経費の大半は人件費であることが往々にして多いですね。ですからモチベーションという視点でいうと、なるべくここには手をつけたくないですね。そして経常的な経費、他の経常的な経費を減らしていくということですね。一方で、経費はダウンということなんですけれども、やっぱり中長期的な将来につながるような投資的な経費は増やしていきたいので、ここをどうするかというのも実はポイントになってくるということですね。で、最後になんですけどもね、部門によって当然できることっていうのは異なります。とはいえ実は小さなことからコツコツとやっていくということが実はポイントで、塵も積もれば山となりますね。ですから特に経費部分についてはですね、定期的に見直しをしていくということがポイントになるんじゃないかなと。こういう視点でですね、ぜひ皆さんでディスカッションをしながらですね、利益につながる中長期的な視点の利益につながる経営マネジメントはどうすべきなのかというようなところをですね、ぜひ本音で喋っていただければいいんじゃないかなと思いますね。以上、全員経営の要諦、採算感覚を養うということで情報提供させていただきました。